どうも、伊蔵です。まずはお疲れ様です。今回はですね、大阪の、ミノビールっていうブランドの、これはピルスナーですね。チェコとかドイツの濃い、ピルスナーじゃなくて、いわゆる日本的な軽くて飲みやすいピルスナーっていう感じでした。とても美味しかったです。で、今日はですね、冷凍庫で発見したこちら。これはオーストラリア産の牛こま、11月10日ですね。それからこれは、アメリカ産の牛バラの切り落とし、10月の29日、20% オフ、482g 入ってますね。そしてもう一個が肉のハナマサ。これは11月の9日。これはミックスで、何ですかこれは肩ロースと、バラ 300g 入ってるようです。ということでですね、今日はこの3つを使って、牛丼を作っていきたいと思います。伊蔵チャンネル。はい、まずはですね、ナイターの上にラップを広げて、これはミックスですね。肩ロースと、バラが入ってるみたいなんですけど、肉をですね、こんな感じで重ならないように、ラップの上に広げていって、でその上に、さらにラップをかぶせて、サンドします。そしてなんとここで綿棒の登場。まさかのですね、綿棒で肉を薄くしようっていうね、なんとも古典的な、今時こんなことするやついるのかっていう話なんですけど、綿棒をコロコロしてですね、見てくださいこれ、ビフォーアフター、こんなにですね、広がってこれ薄くなったんですね。ちなみに、吉野家は、1.3 ミリに規定されてるみたいです。1.2 ミリだと、煮込んでる時にちぎれてしまって、1.4 ミリだと食べた時にちょっと熱いっていうことらしいんですよね。で、僕が好きな松屋は、ネット情報によると 1.15 から 1.2 なんですけど、以前こんなポスターがあって、1.1 って言ってましたね。で、すき家は、一度自分で測ったことがあるんですけど、その時は 1.35 ぐらいありました。そんなわけで牛丼御三家、肉の厚さはそれぞれみたいなんですけれども、今回は匠の技によって、およそ 1.25 ミリにしてみました。感覚で。伊蔵チャンネル。はい、ということで、約 1.25 ミリに、薄く伸ばされた。どうでしょう、わかりますでしょうかね。匠の技によって伸ばされた肉をですね、カットしていきます。あんまり小さくない方がいいですね。やっぱり煮込んでる間にちぎれたりしてちっちゃくなっていくんで、大きめに、そしてこう長めにね、カットしていったらいいんじゃないかなと思います。そしてこちらが、約1キロ、肩ロースと牛バラの、下処理が終わりました。これぐらいあると結構美味しくなりますよね。はい、それでは玉ねぎなんですけれども、これはくし切りにして、今回は、大サイズ、結構大きいやつを2玉用意しました。はい、それでは、いよいよ秘伝の、牛丼のタレ作りなんですけれども、まずは、鍋に水を入れて、そこに本みりん入りました。こちらは醤油ですね。今回はヒゲタの醤油。そしてこれは飲みかけなんですけども、定番の白ワイン入りました。そしてこちらは砂糖、三温糖を今回使いました。これはお酢ですね。最後はこちら生姜、これはですね、おろしたてをですね、こんな感じで、これアルミホイル貼ってやるといいですよね。皆さんご存知かと思うんですけど、無駄なくね、使えて、で、一旦ひと煮立ちさせた後に、先ほどの玉ねぎを
入れていきます。はい、ドボーンと。で、玉ねぎを煮込んでる間に、こちら先ほど、下処理を終えた牛肉をですね、約50度のお湯で軽く霜降りをしておきます。これで、汚れであったり、特有の臭みですね、それを取って、さっぱりと、させておこうかなと思います。表面が軽く、白っぽくなればもう十分かなと思うんですけれども、このひと手間が結構大事なんですよね。で、この牛肉を先ほどの鍋に入れていきます。やっぱりあれですね、100g とか 200g とか少ない肉の量で作るよりも多ければ多いほど、やっぱり旨味が強く出るのかなっていうのは何回か作ってみて感じますね。だんだんいい感じにね、染みてきましたが、これをなんと一晩寝かせます。秘蔵チャンネル。はい、ということで一晩経ちまして、パッカーンと一面ね白い油が、固まっていますけれども、いわゆるこれヘッドってやつですね。もう旨味がですね凝縮されている感じなんですけれども、もし、油が気になる方、もっとヘルシーに食べたいという方はこの、白いね油ヘッドを、取り除いてもいいかなと思います。というわけで、今温めているところなんですけど、いかがでしょうか。なかなか見た目的には、いい線いってるような気もするんですけど、とはいえ牛丼御三家は、皆さんご存知の通りショートプレートっていう、いわゆるバラの部分を使ってるわけなんですけども、今回は、肩ロースも、入っています。でもね、そこそこ雰囲気的には、ペラペラしていい感じなんじゃないかなと思います。で、最後にですね、甘さなんですけれども、もう少しちょっと欲しいな、足りないなと思ったので、大さじ1杯ほど、最後にプラスして調節しました。これ、使う玉ねぎの種類で本当に甘さが全然変わるんですけど、淡路島産の玉ねぎとかめっちゃ甘いですよね。はい、そしてこちら今、ご飯をね炊いているんですけれども、やはり牛丼は、頭だけじゃなくてご飯も大事ですよね。パッカーンということで、どうでしょう。今回は宮城県産のコシヒカリを炊いてみました。本当美味しそうです。そして熱々の頭をたくさん盛り付けて、じゃじゃーん。どうでしょう、このビジュアル。なかなかね、牛丼御三家にも通じるような、すいません、ちょっと言い過ぎましたけども、なかなかねいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。うまそう。秘蔵チャンネル。はい、ということで今回はこちら、久々のエビスビール。なんか年末年始になると、エビスビールが登場する機会が、多くなるような気がするんですけど、いやー、それにしても今部屋中が牛丼屋の香りでもう充満してて、もうこの香りだけでなんかビールが進みそうな感じなんですけど、まずはお疲れ様です。いやー、もうやっぱりエビスビールはうまいですね。もう毎日でも飲みたいですね。で、今回は、冷凍庫で眠ってたちょっと古い、牛肉、肩ロースとか、牛バラの切り落としを使って、牛丼を作ったんですけれども、御三家は、ショートプレートっていうね、ものらしいんですけれども、吉野家なんかはアメリカ、オーストラリア、カナダと、3種類ね使ってるらしいんですけど、とりあえずいただきます。いや、もうこれがですね、めちゃくちゃ美味しかったです。もう本当に最高に美味しかったですね。もはやですね、牛丼御三家に、続いて牛丼四天王と
名乗りたいくらい美味しかったですね。なんか今回肩ロースとか、バラの切り落としなんかを使ったわけなんですけど、綿棒でコロコロした貝があったのか、食べた時の口当たりはなんか御三家の牛丼を食べた時となんか同じような感じで、とってもなんか良かったです。そしてこのね紅生姜、これいいですよね。この真っ赤っかのがやっぱり僕は好きなんですけど、これ探してねいつも買ってくるんですけども、なんか牛丼で作る時にどうしてもなんか御三家のうち、みんなそれぞれ好きなお店があると思うんですけど、なんかそのお店をこう思い描いて、なんか味に近づけたいなみたいな、寄せたいなみたいなことを思いつつなんか作りがちなようなね気がするんですけど、自分も、3社とも現在もうね、ピロピロしてるよっていうね感じなんですけども、いいですよね、この薄い感じがね。ホームページなんかで原材料なんか公開してるわけなんですけど、そこにね、例えば今回の白ワインなんかに関しては、僕の好きな松屋なんかは白ワインってはっきり書いてあって、すき家はワインって書いてあって、吉野家は、何でしたっけ、ぶどう発酵調味料とかって書いてあるんですけど、あれ要するにワインみたいなもんですよね。なのでそういう、御三家の、原材料なんかをちょっとこう参考にしつつ、なんかこう毎回試行錯誤してね作っていくのも楽しいかななんて、思います。そんなわけで今回は、牛丼を作ってみました。めちゃくちゃ美味しかったです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。